こんにちは。今回はサンゴ岩の谷調査ミッションを杖で行ってきました。今回はバトルエリアまで駆け抜ける形でやってます。最初のバトルエリアまで行ってからミッションの概要を説明しますね。基本的に一本道なので迷うことはないと思います。ミニマップでは道を確認しづらいので、レイヤーマップを設定で変更すると良いかもですね。キーボード操作は B キー、コントローラーは L1 と上矢印だったと思います。長押しで配置を変えて常時表示させている人もいるようです。私は面倒くさがって初期設定でやってます。ここまで来たら上のエネミーのヘイトをちゃんと取ってから、下で戦うと比較的楽に戦うことができますね。ここで簡単にサンゴ岩の谷調査ミッションについて説明します。突入条件は、バトルスコア4470かつレベル53以上です。レベル進化は60です。比較的簡単なのでレベルはそこまで気にしなくて良いかもです。報酬のドロップはレベル55の氷武器、アビサリアシリーズです。年半水魔人はレベル50から55のものが落ちます。このミッションはどちらかというと、レベル上げや育成の過程で行く感じですかね。ドロップ目的で行くミッションではない気がします。風景が綺麗なのでちょっともったいないですね。せっかくならよく周回するミッションの風景を綺麗にしてほしいものです。ところで今回のクラスは杖のスペルキャスターですが、アップデートでかなり変わりましたね。やはり火力スキルとしてはサンダーマインが一番だと思います。先ほどのように敵がまとまっていないと、フレームグレネードの方が良かったかもしれません。あと今回の G4 で一番面白いと思ったのが、アイスシャードですね。使うと移動速度アップ台が付与されるので、ミッションで先行する動きができたりします。少し効果時間が短めなのでそこだけ注意ですね。今後もっと詳しく G4 スキルについての動画を投稿しようと考えていますので、その時に各種細かい仕様等を解説できればと思います。ミッションについて話を戻すと、先ほどから所々にマヒ沼が配置されてますね。避けられれば特に問題はありませんが、気になるようでしたら、アンチパライズで麻痺を無効化すると良いです。古書追加と同時に新しいエネミーも追加されたので、風景も綺麗さも相まって、結構新鮮さがあって楽しいです。ただ新しい魔導種のエネミーですが、上級や EX ラッシュなどで出てきたら厄介そうです。動きが素早い分、キングゴブリンのような強敵ですね。このバトルエリアが最終バトルエリアです。この月がボス戦になります。ボスもここのエリアボスと同じ魔導種ですが、水の攻撃を使用してくるんですよね。ブルプロでは水属性がありませんから、属性蓄積のない無属性判定みたいです。ただしダメージを受けると移動速度ダウンのデバフ状態になるようです。時々ついている黒い背景のマークがデバフ系で、人型に横向きの矢印がついているのが移動速度系のデバフですね。杖はアイスシャードが使えますからそこまで移動速度デバフが気になりませんが、他のクラスだとはっきりわかるレベルで移動速度が低下します。これが高難度で今後どのような影響を及ぼすのか、少し考えるだけで嫌な予感がします。ここからボス戦ですね。特段難しいところはありません。ボスの特徴としては先ほど軽く説明した水の攻撃が無属性ではありますが、移動速度ダウンでバフを付与してくること、雄たけびを結構な頻度でしてきてフェア状態を付与してくること、比較的動きがキングゴブリンのように素早いこと、これくらいが特徴として挙げられますね。あとは弱点属性がおそらく非属性ですね。属性デバフの時に非属性60武器でブレイズブラストをして赤い矢印が3つ表示されていますから多分そうです。今みたいなフェア状態だと身動きが取れませんね。この状態の味方にインタラクトすると解除できます。これは睡眠状態も同じですので、フェアや睡眠の味方には近づきインタラクトしてデバフ解除できると覚えておいた方が良いですね。キングマノーも多くの他のボスと同様に HP が半分を切ると動き方が変わります。水の3連波状攻撃が特にわかりやすい変化ですね。このミッションだとボスが HP 半分を切った時に追加のマノーも出てきます。今回は倒さないのですが、倒すと黒宝箱が出たりします。余裕があれば狙うのもいいかもしれません。杖はエネミーと近距離で戦うようになったので、以前よりさらにアインレーンアルファが便利です。まだ新しいイマジンを揃えられていませんが、アインレーンアルファのような特殊なイマジンは今後も重宝しそうです。
それでは少々早いですが今回の解説はここまでです。皆さんは新しい魔導種や新ミッションの風景どう思いましたか？私は暗いダンジョンや洞窟ばかり周回するのは個人的に好きではないので、綺麗なサンゴの風景良かったです。ぜひともコメントで教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。